こんにちは、大工の翔燕です。今回は DIY のテーブル作りの続きです。この欅材で足を作って、その後塗装をかけて仕上げていきたいと思います。テーブルの足作りです。まず最初に水平で一口切ってやりたいと思います。水平に切りたいので、大体のラインを出して、そして吊り下げました。もうイノシシを釣ったみたいなもんですね。そしてレーザーを置いて水平をつけていきました。これで一応水平には切れます。これが足の上歯になるか下歯になるかまだはっきり決めてないんですけど、一応水平に一口切っていきたいと思います。縦も2つに割ってやりたいので、縦のレーザーで一応つけてみます。合うか合わんかはなかなか不安なんですけども、一応基準をつけておきます。形が形なので、少し高めの台で割っていきたいと思います。チェーンソーを使って切っていきたいので、背の台を置いて台を切らないようにします。材料を横にしたいと思います。返した瞬間にスイッチも何もかも飛んでいってしまいました。かなり重量は重いです。扱うのは大変になりそうですね。チェーンソーを使う前に足元はがっちり留めておきます。ではチェーンソーで切っていきます。これ二股なんですけども、枝の分かれる部分です。普通こういう二股で切るってことはないんですけど、切りにくそうですけども切ってみます。幸いこの直径といいますか、なんとかチェーンのバーでぐるぐるっと回れば届く範囲の太さだったので助かりました。これ以上少しでも太かったらチェーンソーでは切ることは無理ですね。チェーンバーで回っていくしかないんですけども、チェーンソーのバーの跳ね返り、それだけを注意して切っていきます。チェーンソーが半分切れたので反対に返します。起こした瞬間に勢い余って飛んでって機械を潰すところでした。やはり重い材料は舐めたら飽きませんね。反対側裏面も切っていきます。こちらから見た方が大きく見えますね。ようやく切れました。欅のいい色が出てきましたね。表面は腐ってます。中は欅は腐ることがないので、赤身だけで取っていきたいと思います。一口水平に切れたので、今度はこれを縦に割っていきたいと思います。縦に割るので低い台にして、そして材料を水平に置いて縦のラインを出していきます。最初に縦のラインも出してあったんですけども、なぜか大きくずれています。両方のセンターを通して縦を決めていないので、丸い面の場合はずれが生じたんですね。チェーンソー少し働いてもらったので、おやつをあげときます。では問題のこの材料を縦に割っていきます。
こう見方によっては材料は小さく見えますけども、かなり大きいです。正直チェーンバーが届くかな、測ってはみたんですけど、ちょっと心配してます。縦に割るということは初めてなんですけども、どんな木が出てくるか楽しみですね。今回このテーブル作りを考えた時に、テーブルの材料は材木さんに見せてもらってモンキーポット決まったんですけども、足をどうするかっていうのが一番悩みました。細出しにしていろんな形に組もうかなとかいろいろ考えて、材木屋さんにおった時に薪にする材料を山に積んであったとこがあったんです。そこにこの木が落ちてたっておかしいですけど、使わないってことで置いてあったんです。どうせならこれを半分に割って作ってみようかなと思ったのがこの足のきっかけです。まだ形は頭の中にはイメージできてないんですけども、だいたいこれを2つに割って両側へ立てて、その上にただ広いテーブルを置いて、それだけでテーブルの形にしようかなと思っています。材料をまたひっくり返して反対から切っていきます。その前にチェーンソーを目を吸ってやります。ケヤキを縦に引くということはチェーンソーの粗い目では大変厳しいです。製材のノコでもなかなか大変になってくるくらいですから、時間はかかります。なんとか2つに割れましたね。やっと割れたので仕事台の上で返していきます。まずは割った面をまっすぐ蹴っていきます。チェーンソーで割ったのでネジもスラーもガタガタです。縦横ネジを抜いて、そしてレキガンナも縦に横に両方使ってネジを抜いてまっすぐにしていきます。このケヤキ割ってみて分かったんですけども、外はもう完全に腐っとるんですけども、中はまだ湿ってました。でも湿ってたおかげでレキガンナは使いやすかったです。そしてこの中から綺麗な木出てきましたね。普通の材料で見ることのない木です。正式な名前はサバ木と言います。2つに両側に1本の木が引き裂けていく木目です。だから上で V 字になっています。縁起のいい木ですね。水平に切った小口部分の直角を出していきます。先ほどの木を V 字に使いたいので、こちら側を上刃として使っていきたいと思います。この上にテーブルを置くのですから、少しへこみ目に作ります。膨らんでいてはテーブルがカタカタしますので、まっすぐよりも少しへこんでいる方が都合がいいと思います。テーブルの高さを720、そして形は台形の反対の形で作っていきたいと思います。イメージ的には広がった部分、自然のまんまを使いたかったんですけども、あまりにも大きくテーブルよりも広くなったので、しょうがなく台形にしました。この形を台形に切り落としていきます。広がっとるのはもったいないんですけどね、テーブルより広いんでは格好になりませんしね。
これであらかたの形ができて、やっと一人で動かせる重さになりました。形を削って整えていきます。そして外側部分の白田を沿った電気ガンナで削り落としていきます。外側部分の白田は大方腐っています。昔から欅は切り倒してからロバで表面腐るまで何年も置いときます。そして白田が腐ってから製材します。そして製品を作ります。そうすると中の赤身だけの材料も乾いていますし、割れもふるいも少なくなります。そういう風に欅は使ったものです。でもこの頃は白田も使う、材料の端っこ耳も使う、いろいろ使い方は変わってきています。本来は欅は赤身だけで使うものです。表面は丸くではなくてこの面で仕上げてみました。なかなか一面一面が木がもうたような木が出まして、スズメバチの巣みたいな感じで綺麗に仕上がりました。もう一方の足も蹴っていきます。電気ガンナがもうなかなか辛気臭くなってきたので、丸太はつりでやってみます。これは丸太の皮むき専用の機械です。出してきて使うのはもう何年ぶりですね。でも便利な機械ですよ。縦でも横でも当ててやればその部分を引き抜いてくれます。発力で発ってもやはり電ガナで仕上げるしかありません。デコボコなので正直なかなか綺麗に仕上がらなかったんですけども、部分はのみで削ってやりました。まっすぐな削れる部分は手カンナをかけます。まっすぐな部分は普通の欅材ですからカンナはかかります。欅も乾ききっていない半生状態だと結構削りやすいんですね。割ってない外側部分はサンダーで仕上げていきます。ボクサーパンツのもっこり部分もきれいに磨きます。反り台の手カンナで仕上げると綺麗なんですけども、これだけのデコボコでは仕上げることができません。だからサンダーで仕上げていきたいと思います。そして細かめのペーパーで仕上げます。二股になった部分のサバも初めて見ましたね。でも半分の坂木ですね。オイル仕上げをするので最後はサンダーで仕上げます。
これで足の加工できました。丸1日かかりました。場所は変わりまして、オスモオイルで仕上げていきたいと思います。自分は塗装のプロではないので、まずこの裏側からやってみます。今回使う材料はオスモオイルです。薄く塗って拭き取って仕上げていくオイルです。拭き取っていきます。拭き取るだけではなく、しっかりとこすって拭き取ってやります。それではひっくり返して表を塗っていきます。ひっくり返すのも大変です。やはり表面は細かいサンダーで綺麗に仕上げてあるので、オイルののりが全然違います。綺麗にのってくれます。耳の部分も同じように綺麗に伸ばします。小口はオイルをしっかりと吸い込んでくれますね。表面は2度塗りで仕上げました。最後の拭き取りです。足の材料も同じように塗っていきます。欅材はモンキーポットほど色は変わりません。白谷に塗るとかえって色が濃くなり黒く感じます。変わってますね。でもオイルを塗ってやると欅は大変綺麗な木になります。特にこの割ったサバ木の部分は大変綺麗に仕上がりました。綺麗ですね。それでは形にしてみます。テーブルの板を乗せてみます。総重量2何十キロ、重量感のある重いテーブルです。このテーブルの板は置くだけです。固定することはありません。押しても鉢に乗っても動くことはありません。存在感のある立派なテーブルに仕上がりました。モンキーポット、本当に木目綺麗ですね。いいんじゃないですか。この木何の木、気になる木のテーブルができました。テーブルはもうしばらくは作りたくないです。大変苦労しました。以上、大工の所長でした。